2026年現在、3万円台の 3D プリンターが1秒間に 50cm という驚異的な速度で造形できるようになりました。箱から出して電源を入れれば、その日のうちに高品質な造形物が手に入る、そんな時代になりました。しかし40年前、状況は全く違いました。1988年に発売された世界初の商用 3D プリンターの価格は約30万ドル。当時のレートで4000万円以上です。大企業の研究開発部門や一部の先端的な研究機関だけが持てる特別な装置でした。なぜ4000万円もした装置が3万円で手に入るようになったのでしょうか。答えは一つではありません。特許の執行、オープンソースという思想、中国・深センの製造エコシステム、そしてソフトウェア技術の革新、複数の要因が絡み合っています。そしてこの歴史には世界初の発明をしながら特許を失った日本人研究者がいます。自己複製する機械という壮大な夢を描いたイギリスの数学者がいます。オープンソースを裏切ったと批判されたスタートアップがあり、今まさにコミュニティと緊張関係にある中国企業があります。この動画では 3D プリンター民主化40年の歴史を追いかけていきます。3D プリンターの歴史は愛知県から始まりました。1980年、名古屋市工業研究所に児玉秀夫という研究員がいました。彼は紫外線硬化性樹脂を使った立体造形の研究に取り組んでいたのです。1980年4月12日、児玉は立体図形作成装置として特許を出願しました。その仕組みはこうです。液体の樹脂に紫外線レーザーを当てると、その部分だけが固まります。固まった層の上に新しい樹脂を流し込み、また紫外線を当てる。この作業を何度も繰り返すことで立体的な物体を作り上げていくのです。これが現在、光造形法と呼ばれる方式の原型でした。翌1981年には学術論文も発表しています。世界初の光造形に関する論文です。しかし、児玉の特許は事業化されませんでした。当時の日本の特許制度では、出願から7年以内に審査請求を行わなければ特許権を取得できません。児玉はこの審査請求を行わなかったのです。1987年4月、特許は失効しました。児玉は後に自身の3つの失策を振り返っています。審査請求をしなかったこと、関連特許を出願しなかったこと、そして外国出願をしなかったこと。ただ、これは児玉個人だけの問題ではありませんでした。1980年代の日本には、大学や公的研究機関の発明を産業化につなげる制度が整っていませんでした。文部科学省の資料にはこう記されています。国としてこれまで統一的な取扱方針を定めず、積極的に大学教員の発明を保護活用する措置を講じてはこなかったと。特許の出願費用や維持費用を支援する仕組みもなく、研究者個人が自己資金で対応するしかなかったのです。状況が変わるのは1990年代以降、1998年の TLO 法、つまり大学の研究成果を企業へ橋渡しする組織を作る法律、1999年の日本版バイドール法、研究者が国の予算で生まれた発明の特許を取得できる法律、そして2004年の国立大学法人化、これらを経てようやく研究者の発明を組織的に支援する体制が整っていきます。もし児玉が1990年代以降に発明していたら、あるいは日本の知財制度が10年早く整備されていたら、歴史は変わっていたかもしれません。日本初の特許が執行に向かう一方、アメリカでは光造形技術の商業化が進んでいました。その中心にいたのが 3D システムズ創業者のチャールズ・ハルという人物です。ハルは 3D システムズ創業前、企業での豊富な実務経験を積んでいました。コロラド大学で工学物理学を学んだ後、化学大手のデュポンで10年間エンジニアリングマネージャーを務めています。1979年には UVP に転職し、エンジニアリング担当副社長に就任しました。
UVP は産業用化学用の紫外線光源を製造する企業です。ここで春は紫外線硬化性樹脂の特性を深く学ぶことになります。1983年、春は世界初の 3D プリントオブジェクトを制作しました。それは手のひらサイズの洗顔カップでした。1984年8月には光造形法に関する特許を米国で出願し、1986年3月に取得。特許出願後、春は事業化に向けて UVP の社長に投資を打診しましたが、必要な資金規模への合意は得られませんでした。しかし社長は春に独立を認め、技術ライセンスを提供したのです。その後、春はカナダのベンチャーキャピタルから約600万ドルの資金調達に成功。1986年、3D システムズを創業しました。児玉は公的研究機関の研究員として特許出願や事業化を支援する仕組みのない環境にいました。一方、春は企業のエンジニアリング副社長として知的財産の実務に精通していました。デュポンでの経験が樹脂材料への理解を深め、UVP での知見が発明につながります。企業に際してはスピンアウト、技術ライセンス、ベンチャーキャピタルからの資金調達という手段を駆使しています。1988年、3D システムズは初の商用光造形 3D プリンター SLA-1 を発売しました。価格は約30万ドル、当時のレートで約4000万円です。春は2014年にアメリカの発明家の殿堂に選ばれました。2023年には大統領が授与する国家技術革新メダルを受賞しています。興味深いエピソードがあります。1995年、イギリスのランクプライズ財団は光造形技術への貢献に対する賞を授与しました。受賞者は児玉秀夫とチャールズ・ハル、2人同時でした。しかも賞金は児玉の方が多かったと伝えられています。選考委員会は児玉の論文が春より先に公開されていたことを認めていたのです。光造形とは別のアプローチで 3D プリンティングを切り開いたのがスコット・クランプです。彼が発明したのは FFF 熱溶解積層法です。プラスチックのフィラメントを熱で溶かし、細いノズルから押し出して層を積み重ねる方式です。現在、個人向け 3D プリンターで最も普及している技術の原型がこれでした。クランプも技術と起業家精神を併せ持つ人物でした。ワシントン州立大学で機械工学を学び、1982年には圧力荷重センサーを製造するアイデアを共同創業しています。1988年、クランプは娘のためにグルーガンを使っておもちゃのカエルを作ろうとした際、FFF 技術を着想しました。溶かした樹脂を細いノズルから押し出し、層を積み重ねて立体物を作る。シンプルで明快な方法です。1989年、クランプは妻のリサと共にストラタシスを創業しました。1992年には特許を取得し、同年に初の商用製品 3D モデラーを発売。価格は13万ドル、当時のレートで約1600万円でした。ちなみにストラタシスは熱溶解積層法を表す技術の名称として FDM を商標登録しています。そのため同社以外のメーカーや一般的な文脈では FFF が使われますが、技術的には同じものを指しています。転機は2009年10月30日に訪れました。クランプの FFF 基本特許が出願から20年を経て失効したのです。特許失効後、FFF 方式の 3D プリンターの価格は劇的に下がりました。1万4000ドル以上だったものが300から1000ドル程度へ、約10分の1以下です。しかし、特許失効だけでは低価格化は実現しませんでした。新たな設計と製造方法が必要だったのです。その答えを提示したのはイギリスの大学教授でした。彼が描いたのは自己複製する機械という一見 SF のような壮大なビジョンです。2004年2月2日、イギリスバース大学機械工学科の講師アドリアン・ボイヤーはある構想を発表しました。自己複製可能な 3D プリンターです。ボイヤーのビジョンはこうでした。
3D プリンターが自分自身の部品を印刷できれば、1台から2台、2台から4台と指数関数的に増やせる。そしてその設計を完全にオープンソースで公開すれば、世界中の誰もが自由に 3D プリンターを製造改良できるようになる。これがレップラッププロジェクトの始まりです。ボイヤーはその後のインタビューでこう語っています。特許を取ることもできた。しかし財産とは金ではない。技術を自由に使え、誰もがそれを改良できる状態こそが真の豊かさを生む。これは Wealth Without Money という思想です。技術を公開すれば無数の人々が改良を加え、誰も独占できないほど進化する。その結果生まれる豊かさは特許による独占では決して得られないものだという考えでした。2007年、最初のレップラップダービンが完成しました。自分自身のプラスチック部品の約 48% を印刷できました。2009年には改良版メンデルが登場。自己複製率は約 57% に向上しています。完全な自己複製には至らなかったものの、レップラップは目標を達成しました。世界中のメーカーがダーウィンやメンデルを複製し、改良を加え始めたのです。レップラップのインパクトは設計の公開だけではありませんでした。GitHub やシンギバースといった 3D データの共有プラットフォームを通じて、世界中の個人がデータや改良を共有する文化が生まれたのです。レップラップから派生した設計は数百種類に達し、世界中のハッカースペースやファブラボといった個人が集う工房でレップラップ系プリンターが組み立てられました。2009年1月、ニューヨークのハッカースペース NYC レジスターで3人のメーカーが会社を立ち上げました。ブレ・ペティス、アダム・メイヤー、ザック・スミス。彼らが創業したメーカーボットはレップラップの設計を商業化し、組み立て済みの 3D プリンターキットを販売する企業でした。最初の製品、カップケーキ CNC はレップラップのダーウィンを元にした設計で完全にオープンソースでした。メーカーボットは急成長しました。2010年のシングオマティック、2012年のレプリケーターと製品を進化させ、3D モデル共有プラットフォームシンギバースを運営。メーカーコミュニティはメーカーボットをオープンソースの成功例として支持したのです。2012年時点でメーカーボットは世界で最も成功した個人向け 3D プリンターメーカーの一つとなっていました。しかし2012年9月、メーカーボットは方針を転換しました。新製品レプリケーター2をプロプライエタリー、つまりクローズドソースとして発表したのです。オープンソースコミュニティは激しく反発しました。レップラップの設計を使って成功したのに利益が出たら門を閉じた。裏切りだという批判が巻き起こります。2013年6月、ストラタシスがメーカーボットを4億300万ドル、当時のレートで約393億円で買収しました。スタートアップとしては大成功の EXIT に見えました。しかし買収後のメーカーボットは低迷の一途をたどります。2015年から2017年にかけて複数回の人員削減を経て、2022年にはオランダの 3D プリンターメーカーウルティメーカーに売却されました。オープンソースコミュニティの支持を失ったメーカーボットはかつての勢いを取り戻せなかったのです。メーカーボットがオープンソースから離れる一方で、オープンソースを貫きながらビジネス的成功を収めた企業があります。チェコのプルーサリサーチです。創業者のヨゼフ・プルーサは1990年にチェコの小さな田舎町で生まれました。19歳でレップラッププロジェクトに参加し、レップラップメンデルを改良したプルーサメンデルを開発。2012年、首都プラハでプルーサリサーチを創業しました。父親から約150万円を借り、最初の製品はピザの箱に入れて発送したそうです。クラウドファンディングも使わず、ベンチャーキャピタルからの資金調達も行わずに成長した点が特筆されます。2016年1月、世界中の 3D プリンターの稼働状況を収集、レポートしていた 3D ハブズは、
プルーサ i3 を世界で最も使われている 3D プリンターと認定しました。2018年には世界的な会計事務所デロイトによる中央ヨーロッパで最も急成長した企業50社にプルーサリサーチを選出。2014年から2018年の間になんと17000% を超える成長率を記録しました。2024年時点で従業員は1100から1200人、月産1万台以上を165カ国以上に出荷しています。プルーサは2023年3月のブログで数々のイノベーティブな技術を特許取得しなかったことを明かしています。PCB ヒーテッドベッド、取り外し可能なシート、PEI コーティング、オートメッシュレベリング、パワーパニック、サーマルランナウェイ保護。これらの技術は現在業界標準として広く採用されています。プルーサはオープンソースを貫くことで業界全体の発展に貢献したのです。FFF 方式の民主化が進む一方、光造形方式でも同様の動きが起きていました。2011年、MIT メディアラボ出身のマクシム・ロボフスキー、ネイサン・リンダー、デイビッド・クラナーがフォームラブズを創業しました。2012年9月のキックスターターで実施したクラウドファンディングでは、目標金額10万ドルに対し約295万ドルを調達。当時のテクノロジー製品としてキックスターター史上最高額の一つでした。2012年12月に発売されたフォーム1は2299ドル、当時のレートで約19万円でした。25ミクロンの積層ピッチを実現し、産業用 SLA プリンターの約 3% の価格で同等の精度を提供した点が画期的でした。しかし同年11月、巨大企業に成長していた 3D システムズはフォームラブズを特許侵害で提訴します。まだクラウドファンディングからのオーダー分を出荷しきれていないタイミングでの提訴でした。2014年11月に両社は和解。フォームラブズは 3D システムズに純売上高の 8% をロイヤルティとして支払うことで合意しました。和解後もフォームラブズは成長を続け、2018年には 3D プリンティング業界初のユニコーン企業となっています。アジアからも低価格帯の 3D プリンター市場への参入が始まりました。台湾で XYZ プリンティングが2013年に設立。同年発売のダヴィンチ 1.0 は499ドル。当時のメーカーボットやウルティメーカーが2000から3000ドル台だった市場において破格の価格でした。2016年には299ドルのダヴィンチミニを発表し、さらなる低価格化を推進しています。XYZ プリンティングは NFC チップを搭載した専用フィラメントカートリッジを採用していました。本体を安く売り、消耗品で回収する戦略です。しかし2023年3月、親会社は事業清算を決定しました。撤退理由として挙げられたのは、コロナ以降の市場変化と、より安価でカスタマイズ可能なオープン構造の製品に市場を奪われたこと。XYZ プリンティングの撤退は、クローズドソースなコンシューマー向け 3D プリンター事業が相次いで縮小、撤退した流れの一つでした。中国シェンゼンを拠点とするメーカーが 3D プリンター市場に本格参入したのは2010年代半ばのことです。クリアリティ、エニーキュービック、エレゴー、サンルー、これらの企業がコンシューマー向け 3D プリンター市場を牽引しました。イギリスの調査会社コンテキストによる2024年第2次四半期レポートによると、クリアリティ、エニーキュービック、エレゴーの3社だけで世界の FFF 方式 3D プリンター出荷台数の約 51% を占めています。しかし、低価格化だけでは市場は広がりませんでした。2010年代半ばまで FFF 方式の 3D プリンターは造形品質の低さが大きな課題でした。反り、総ずれ、ゴースティングと呼ばれる振動による表面の波打ち。プリントの失敗率は高く、造形完了までの調整作業に多くの時間を費やす必要がありました。FFF 方式は安いが手間がかかるというイメージが定着し、
ユーザー層は忍耐強いホビーストや技術者に限定されていたのです。転機は2020年前後に訪れました。オープンソースファームウェアクリッパーの普及と、それに伴うインプットシェーピング技術の実用化がゲームチェンジャーとなったのです。クリッパーは 3D プリンター本体のマイコンで行っていた計算処理をラズベリーパイなどの外部コンピューターに移管することで、より高度な制御を可能にしました。インプットシェーピングは高速印刷時に発生する振動を予測・相殺する技術です。これによりゴースティングが大幅に低減しました。またプレッシャーアドバンス技術でフィラメント押し出しの遅延を補正し、コーナー部分の造形精度も向上しています。2020年、DJI 出身の5人のエンジニアがシェンジェンでバンブーラボを創業しました。創業メンバーには DJI Mavic Pro のプロダクトマネージャー、ジンバルの主任エンジニア、ソフトウェアとアルゴリズムの専門家が含まれています。2022年5月のキックスターターでは X1 シリーズで目標10万ドルに対し1178万ドル、約17億円を調達しました。バンブーラボの製品は最大造形速度 500mm 毎秒を実現し、7ミクロン精度のマイクロライダー、最大16色の自動切り替えなど、従来の個人向け 3D プリンターの常識を覆す性能を備えていました。従来の FFF 方式プリンターは購入後にベッドレベリング、フロー調整、温度最適化などの設定作業が必要でした。バンブーラボの製品はそういった設定なしで使える点が画期的でした。まさに箱から出してすぐ高品質印刷を実現したのです。同社の2024年売上は60億人民元、約1200億円に到達。一気に巨大企業へと成長しました。しかし、バンブーラボの急成長はオープンソースコミュニティとの摩擦も生んでいます。同社はスライサーソフトは AGPL 準拠で公開していますが、ファームウェアは 100% プロプライエタリー、つまり非公開です。ジョセフ・プルーサは2023年のブログでオープンソースコードをクローズドシステムで使用していること、オープンソース開発に基づく特許を出願していることなどを批判し、オープンソースデスクトップの 3D プリンティングは死んだと宣言しました。2025年1月にはバンブーラボが新しいファームウェアでサードパーティーソフトウェアをブロックし、開発者コミュニティから反発を受けています。その後、同社はデベロッパーモードを追加し、サブスクリプションモデルへの移行はしないと約束しましたが、緊張関係は続いています。1988年に約4000万円だった 3D プリンターは、2025年には3万円台で購入できるようになりました。約1000倍以上の価格下落です。この変化をもたらした要因は FFF 特許執行、レップラップによるオープンソース化、アジアメーカーによる量産参入、クリッパー、インプットシェーピング技術による品質革命、そしてバンブーラボによるソフトウェア統合技術の革新でした。オープンソースという軸で見ると、この歴史は単純な成功物語ではありません。児玉秀夫は世界初の発明を特許で保護しようとしましたが、制度的支援のない環境で権利を失いました。レップラップは技術を完全公開し、業界発展を促しました。メーカーボットはオープンソースで成功しましたが、クローズドへの転換でコミュニティの信頼を失いました。プルーサリサーチはオープンソースを貫きながら成功しましたが、競争環境の変化に直面しています。バンブーラボは優れた製品で市場を席巻しましたが、オープンソースコミュニティとの緊張を抱えています。技術の公開と保護、コミュニティと企業、革新と収益化、相反する力の綱引きの中で 3D プリンターの民主化は進んできました。この緊張関係は今後も続くでしょう。40年前、名古屋の研究所で紫外線と樹脂の実験をしていた一人の研究者は、自分の発明が世界中のデスクトップに置かれる未来を想像したでしょうか。児玉秀夫の発明から始まったこの技術は、大陸を越え企業と個人を経由し、
特許とオープンソースの狭間を行き来しながら、ついに誰もが手にできるものになりました。次に、あなたが新しいプリンターの電源スイッチを押すとき、そこには無数の発明家や開発者、そしてコミュニティの見えない手が重なっています。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ファブシーンでは、ハードウェア開発やデジタルファブリケーションの最前線を日々お届けしています。最新の記事は概要欄のリンクからファブシーンのサイトでご覧ください。それでは次の動画でお会いしましょう。